どんな思いでこの大会に挑んでるかっていうのが本当によくわかるので、本当にありがとうございます。決勝頑張れるのでよろしくお願いします。俺を取れ。決勝戦。今まで対戦したことがない最強の敵だと思います。活躍して来年のストリートファイターリーグに出るのがまず一番の近い目標。初めからやっぱり優勝候補、プレーを見てる限りだともう SFL にいてもおかしくないプレイヤーだなと思います、レベル的には。現状ではかなり差はあると思ってます。埋めれるもんだと思ってます。いや、思ってないです思ってはないです。やっぱりね、子供も学校行かせてとかね、ますますその新しい仕事にチャレンジするっていうのが難しくなっていくと思うから、いやそれは予想言えって言われれば龍吉君の勝ちで決まりだよと思うけど、ただその予想俺全部ゲドチンじゃない方が勝つと思ってたの。黒雪もレオ君もカズシも全部ゲドチンが負けると思ってたので俺3連続外してるから、まさかのまさかがあるのかなというちょっと期待をさせるようなストーリーはあるよね、この俺を取れに関してはね。格闘ゲームそんな甘くないんだぞっていうのを教えたいと思います。よろしくお願いします。この俺を取れにかけてる思い、人生、命、その全てをぶつけて俺が取ってみせます。お願いします。さあこの決勝に残ったのは2名です。龍吉選手、そして高坂淳ゲドチン選手、この2名を立会人から紹介していただきたいと思います。立会人お願いします。俺を取れ決勝戦、選手をお呼び出しいたします。1P 側龍吉君、一言いただけますか。それでは意気込みの方よろしくお願いします。そうですね、長い4ヶ月ほどこの企画、トーナメントをやってきたんですけど、今日が最後ということで番狂わせなど起こらないぐらいにはもう仕上げてきました。今日俺を取ります。以上です。 2P 側ゲドチン、一言お願いします。龍吉くんも言ってましたけど、もう4ヶ月本当に長い期間でした。もうここまで来たからにはもう格ゲーの根源の話に戻ると思うんですよね。下馬評がどうの関係ねえ、勝った方が勝ちなんだよ。以上です。ありがとうございます。それでは選手の2人お座りください。確かにでもね、ちょっととてもいい精神状況。一個、もう始まる直前で言うのもあれですけど、10着龍吉君勝つと思ってますけど、一個ゲドチンが勝つとすれば、ゲドチンはちょっとやっぱ自分の世界に入ってる感じが。そうですね。龍吉はあくまで現実を見つめてて、そうですね。ちょっとこうトランス状態に入ってるのは、ゲドチンの方なのかな。そうですね。感じがするんで。それで言うと、さあいよいよやってきた今日と夕日まで生き残ってきた2人の対決、俺を取れトーナメント決勝戦、龍吉県対するはゲドチンルーク、いってみましょう。うわ最速。さあ開幕、ワンタッチしたのはゲドチンの方か。右手側のゲドチンのルーク、勝利条件はデュースありの10試合選手。さあ龍吉君が前に出る。さあここはリバーサルで返していくか。龍吉君、出番うまい。さあ中台しっかり確認しているか。さあ何が若干早かったところパニッシュしているぞ。さあこれチャンスになるか。気持ちから氷竜巻、さあここ打っていく。さあ体力差はない。中足を当てた。しかし中盤合戦。なるほど。さあここはラウンドを取っていったのは龍吉県。やっぱりなんか前回のオーブル戦でもはいしたジャスパ、はい球に対するジャスパ率みたいな、やっぱその組み合わせだけやってないとその精度になんないよねっていう精度がやっぱり出てるよね。さあ龍
吉剣のこのジャストパリーの精度、そしてこの画面端、今回は一瞬にしてパーフェクトで勝負を決めた。まずは 1-0 龍吉スタート。竜巻昇竜画面端になる。そう見ながらうますぎる。お前でもおっとさあこれはミスしたところを見逃さない。ゲドチンチャンスになるか。中段は立っている。外から差し返した形。譲りたい。さあどうする。さあ龍吉を前に出る。バウンドしてるぞ。危ない。さあここはしっかりとヒット確認していた。陣雷からの追撃。結 SS3 構勝負行動だったね。こんな距離でのジャストパリをされてしまっている。ここはうまく投げた。前に出てサパニッシュ読み勝っているのはゲドチン。あ、いいね、おかず。さあいいタイミングで中足ラッシュを刺していった。いいですね、いいですね。まずは1本取りたいですね。入りたいですね。おお、これはさあ波動に対して若干遅れていたか。かなりいいタイミングではあったんですが、やはり玉抜けにはペイルライダーあまり適していないか。仕置きの新竜レッパまあゲージ状況的にはただまあーインパクトを返している。いいんだよ、よかったんですよね。さあ龍吉剣がまたもや自分のリズムを取り戻しつつあるか。欲しいところ。うまい。うまい。この噛み合わせいくしかないですよ。そうですね強さですからね、これ。タイミングで当てていく。さあこれを10回やれるかっていうとね下がっている。読み勝ってあ、さあこれは上から入ったぞ。ゲージが2つあるレベルからの2さあ2たださあ劉備列脚入れ替えも込みインパクト。危ない。さあバウトしているがここはバウトよく見ていた。いい1本だな。さあゲドチン待望のなんか1本。残したって感じだ。これ取られてたら多分4-0ね、3-1は全然違いますから。ちょっともうさすがにって感じだった。ちょっと龍吉は怒りましたね。さあ前に出ていきなり中足当てに行きました10-0狙ねっ。てた感じもありますね。多分怒りましたね、これちょっと若干。なるほど。画面端が出ていく。もうメイウェザーみたいな感じなんですか。俺を取る中じゃ確かにメイウェザーかね小づかれただけで切れたみたいな。やばすぎますね。今の痛かったぞ。やばすぎる。さああーこれは痛い。これはライジングパーになった。さあ龍吉がもう止まっているがフォローがいい。これはリーサルですね。にそうですねゲージを貯めて SA3 まで。さあコンボを伸ばして SA ゲージを貯める素晴らしい判断。相当いい判断。実は10試合選手デュースありとはいえしっかり見えている。リフティングもうリフティングまでやっちゃう。完璧からの打撃卓。さあゲドチン苦しくなっているか。ね完全な倒し切りルートまたもやパーフェクト。今って結局、はいまあてかまあ多分この組み合わせで剣っていうかループ側に分があるのは守りの硬さで、うんだからまあそれを生かそうっていうのはまあ別に間違ってないっていうかむしろまあセオリーなんだろうなっていう感じはするんだけど、なんか思ったより踏み込まれてるっていう感じで中足クラップホームをこう食らう状況になっちゃってるね。ねもうちょっとその踏み込み読んで中盤置くとかすると展開変わるんだけど、まあ、それをこの試合の中で気づけるのかっていうところだよね。いい状況ではあるんおっとですがここで使って無理やり当てていったぞ。そこからそうですさあね。いいですね。あバーンとねでコンボうまいね。龍吉をバーンアウトちょさせてっと有利ですね。おー中足サンドブラストで2つ目の欲しいゲドチン。あもしかしたらシューおお、引っかかにしてる。そしてうますぎるこの今のは着地を取っている。さあ素晴らしい対空判断。そして着地コーパンが入ってさあ一気に駆け抜けていくリフティングもしっかり。うますぎるなこれ。素晴らしいプレーを見せた龍吉剣。今お手玉じゃないとね。お尻は見えている。ああそうね、うまかったな。じゃあこれが唯一だったんだ。多分唯一。これで6対2。これね、オーディションですね。読んでいるか。しっかりと引きつけてしゃがみ大パンからのこの反撃。さあそして捉えている。一気に捕まえてみせた。本当にうまいですね。ここは一つ頑張りたいところ、粘りたいところ。うまい。うまいね。今すごいさあ素晴らしい。そして中段も当たってい初めてる。見たなす今。ごいホワイトファングみたいなこれ。さあ何かが変わったぞ。ブレーキが吹っ飛んだか。さあしかしジャストパリ無理やり止めてきた。内からのすかさず中足インパクトダブルアップ。さあ序盤にも見えましたね。コンボ中の
ドライブインパクト。あーさあ前展開うまいですね使っていく。マナーも丸ですよ。からの3でいいシップのに。陣来中村とささあなんとか龍吉がうわーマジか龍美そんなの入るんだ。無理やり対空したぞ。無理やりとんでもない。そして粉塵昇竜玉抜け。と多分勝つんだけど。勝つよね。うんまあだから切り返しの立ち上げがうまいですね。ここもさあ立って前を取ろうかというところ。そして宝石にね。無情にも補正切り完璧なコンボ判断。まあ次があるから、何かまあありっちゃありかな。そう中村と当たらずあだにさあなったね。お仕置きラッシュ大パンからリーザルスね。走り抜けていく。これでリーチは龍吉くん。疾風陣内フィニッシュ。さあその人生自らの手で切り開いていくか龍吉。うわー読んでいる。しっかりと継ぎ出している OD ライジング。さあそれでも対空はしっかり冷静。ワンタッチで終わるぞ。小足を振っているのは龍吉。どうわーする。ここは前に出るか。5番どうして。さあ SA はまだ使わずゲドチン SA はある。逆転はある。見えるぞ。5番止めている。龍威から勝利の SA3 新龍レパー。俺を取れ。トーナメント優勝は龍吉。決勝のセットカウントは10対2。まずは対戦ありがとうございます。そうっすね、マジで言うこと何もないぐらいもう処理なので、どちらかというともう本当になんだろうな、まずはここまで応援してくれた方々本当にありがとうございます。ただ決勝戦でちょっとこういうしょぼい試合を見せてしまって本当に申し訳ないです。この大会通して本当は優勝したかったですけど、なんか生きていくうちで一番大事なことはみんなからもらえたので、これからもっと頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。俺を取れの期間本当に取り組んでいく過程とか、やっぱすごい出場してる人のみんな本当にいろんなものかけてて、それで本番になるまで本当に前日まですごい試合するのが怖いなっていうのが毎回あったんですけど、そのトーナメントをここまで走り抜けれて今はとても嬉しく思ってます。この長い間本当に嫁家族含め応援してくださる方々に優勝というのを持ち帰れてすごくホッとしてます。ありがとうございました。それでは小野の方々お願いいたします。梅原さんいかがですか。結果に関しては、これくらいになるかなっていう予想があって、はいもしかしたらもうちょっと選択によってはもう1試合2試合取ることはあったかもしれないけど、やっぱり10先ってなると格闘ゲームも、ただのじゃんけんゲームではないので、やっぱり技術経験知識が出ちゃうから、この結果は普通というか、当然の結果だと正直思います。でただ、やっぱり当初このオレオトレをやった時に期待していたものっていうのはもちろんその格闘ゲーム以外の人たちがたくさん来てもらって、それで何か新しい一緒にやれて化学反応起きてなんか一緒にやれないかなっていうのもあったんだけど、一方でせっかく6が出たし、SFL が割と早い段階で、メンバーも決まっちゃってたから、なんかせっかく新しい風が入ってくるのに、その1年目がそういう人たちが目立つ場がないっていうのはちょっともったいないなっていうのがもともとやり始めたきっかけで、これは、そうで実際応募してみたらなんか知ったような顔ばっかりだったから、
あそっかなんかまあやっぱ一発目だし、まあ、こうなるかっていうのはあったんだけど、でもやっぱり集まってくれた人たちの中で一人新しいキャラクターっていうのは、例えば格闘ゲームでそのバージョンアップした時に使えるキャラクターが1キャラ増えるように、みんなが応援する人が1人増えるとか、SFA に参加してもいいよなって思う人が1人増えるとか、まあ、そういう意味でのキャラクターが増えるっていうことをやっぱりしたくて、でこの長い期間実力だけではなくて、まあ、その例えば松田さんが作る PV とか、まあ、いろんなものを使ってキャラクターにしなきゃいけなかったんだよね。こちら側がね。そうキャラクターを生み出すためには必要な PV だったし、必要な期間だったし、必要な勝負だった、で今こうやって勝者の龍吉君が決まったことで、彼が一つのキャラクターとして受け入れたと思うんだよね、でも多分こういう場がなかったらそれはなかったと思うから、まあ、そういう意味ではまあ本当に多くの屍は出来上がりましたけども、まあ当初の目的、通りのまあ結果が出たかなと個人的には思ってます。そのね、0を1にするのが一番難しい。まあそうね、言葉がある通り、そのもちろん強いプレイヤーっていうのはたくさんいるんですけど、その中でもこう応援されるプレイヤーを世に生み出すっていうのは簡単なことではないというのは本当に感じましたね。